お坊が石を生む。その石で兵を増やす。前線を強くする。そして進化そのものを選び直す。これが緊張暗黒です。モンゴルの種ですが、建物を畳んで移動する文明ではありません。中心は固定された黄金の天幕。ここからはトハンを出し、各時代の二択直令を決めます。現行パッチの上位5試合でも、お坊と黄金の天幕は5試合すべて、序盤1分台までに、石と命令のエンジンが動き始めました。まず、親分名との境界を分けます。ディル、通常お坊、下宿、牽引式と石器、石で軍を強める発想はモンゴルと共有します。一方、通常の藩、万部台、牧場、地下石やクール隊などのランドマークは親分名だけです。緊張暗黒固有は、黄金の天幕、要塞化された全処地、家畜飼育場、ワトハンと3つの固有兵、そして進化選択直令です。お坊やとは、石を生む土台は共有、その石へ命令を与える仕組みが緊張暗黒。ここを混ぜないのが第一歩です。黄金の天幕は金50で建てる、唯一の固定ランドマークです。ここで時代進化を行い、各時代の二択を決め、直令を研究し、ワトハンとトルグッドを生産します。通常お坊は950、石を毎分60生み、建造上限は時代ごとに1つ増えます。だから石は余ったら使う資源ではありません。次の分量、全処置、直令、進化選択のどれを渡すか、先に役割を決めます。直令は強力ですが、要塞化された全処置の影響下で働くものがあります。研究ボタンだけでは前線は強くなりません。お坊で収入を作る、天幕で使い道を選ぶ、全処置の範囲へ軍と内政を置く、この3点が1つの循環です。家畜飼育場は、現行パッチで275、最大4人が働ける食料源で、食料の集積所にもなります。旧データには250と残っていますが、公式パッチの275が現行値です。ここは数字を取り違えないでください。安全な場所へ置けば食料を安定させられます。ただし先に垂れて軍の気を失うと、領主の圧力が遅れます。要塞化された全処置は950、石50、1700の耐久と中流攻撃を持ち、直令の影響源になります。置き場所は、守りたい資源、軍が詰まる前線、直令を働かせたい生産施設、この3つは不備ない場所です。前へ立てすぎて落とされると、防御だけでなく直令の範囲も失います。前線を一段ずつ押し上げる建物です。ワトハンは時代2の重機兵士機関。攻撃中、近くの帝の火力を支え、時代とともに自動で育ちます。一体だけの主役なので、戦闘で溶かすのは損です。軍の将しない側から、実際に殴っている部隊を支えます。トルグトはワトを守る重機兵。食料75、石100。現行の耐久は200で、ワトへのダメージを肩代わりし、非戦闘時の回復も助けます。耐近接では頼れますが、槍兵と土兵が苦手です。護衛だからとトルグッド一色にせず、敵の槍を先に増やします。話は食料50の安い系歩兵。近くの味方へ走行支援を与える、前線のつなぎ役です。単体は弱く、どの兵士にも有利を取りにくい。安さは突撃して捨てる理由ではなく、高価な主力の交換を良くするために使います。菊着弓騎兵は時代3の高速遠隔騎兵。食料80、木70で、攻撃後に継続ダメージを残します。遅い近接兵を削り、側面と追撃で働きます。ただし遠隔兵に弱く、継続ダメージは治療で消されます。牽制は、ワクが指揮、トルグッドが護衛、ハラシュが前衛、菊着が遊撃、役割を重ねて初めて固有軍になります。緊張暗黒は黄金の天幕を立て直しません。同じ天幕で、時代ごとの二択を選びます。領主は、建造物の2分馬か、ハーンとトルグッドです。建造物の2分馬は2台を得て、後の時代にも1台ずつ追加。前線の生産や内政建物を早く足したい盤面です。ハーンとトルグッドは、領主のコストを 20% 下げ、耐久を30増やします。領主の正面線を厚くする選択です。女子は、モスクワ大国国の野作か、繊維物応募。野作は重装歩兵と重機兵の遠隔防御を上げ、機の敵収入を得ます。ただし盾を持つ対象が増えるほど機収入は減ります。繊維物応募は、シャーマンが繊維物を使い、上限を超える応募を立てられる選択。応募の一収入も 20% 高まります。帝王は石の軍隊か、やむ、ネットワーク交易です。石の軍隊は、固有兵を石で素早く量産する軍事の出口。交易は、要塞化された全処置を最大6機まで金収入へ変える経済の出口です。同じ時代の二択は、今欲しいものと十分介護に伸ばすものを同時に見て選びます。現行パッチ11308の上位公開試合は、3選手、5試合。今回は5試合すべて勝利なので、勝率の裁量にはしません。お坊は5試合すべて、初出中落ちは31秒。黄金の天幕も5試合すべてで、1分5秒でした。ワトハンは5試合すべて、5分4秒。弊社は5分32秒。トルグトは6分13秒です。つまり共通角は、最初に石と天幕を動かし、領主でバト、トルグト、歩兵の受けを揃える形です。要塞化された全処置は4試合。中央落ち6分30秒。話も4試合。6分38秒でした。一方、建造物の2分馬は3試合。ハーンとトルグトは2試合。進化選択は固定生態ではなく、前線建設か正面軍業かで分かれています。十分心得の資源記録がある4試合では、石の中央値は120、
全部を即消費せず、次の直令や境界の薬を吐くがありました。1つ目、開始直後は黄金と黄金の天幕、石の収入と文面の選択画面を止めません。2つ目、量子選択は盤面で決めます。建物を前へ急ぐなら荷車、バットルグッドで正面を取るなら軍事側です。3つ目、要塞化された全処置は3つの円を重ねます。守る視点、軍の集合、生産施設への直令、この工程を置きます。4つ目、石の予算を先に決めます。ブルグッドを増やすのか、直令を取るのか、次の時代へ残すのか、全部を同時に押しません。例えば敵が槍を増やしたら、ブルグッド追加を止め、弓兵を足します。固有兵を出し続けることより、兵種相性の修正が好きです。敵が遠隔兵を寄せたら、艦首だけを前に流さず、騎兵の側面と要塞化全処置の防御を使います。見るものは、敵兵種、石の残量、全処置の範囲、次の進化、この4つをつなげると、石が盤面の命令へ変わります。緊張暗黒の石は、トルグッド、全処置、直令、進化後の強化で共謀します。石があるたびに購入すると、次の大きな選択に届きません。惜しい効果ではなく、次の戦闘へ間に合う効果を一つ選びます。バットトルグッドは強い。でもやりとど兵へ正面から入れば、石を使った高価な損失です。嵐は安い。でも単体で勝つ兵ではありません。装甲支援を受ける主力が後ろにいなければ、安さだけが残ります。キック着は早い。でも敵の遠隔へ打ち合いを続ける兵ではありません。側面、追撃、資源嵐へ仕事を戻します。そして全処置の外では、直令の価値を失うことがあります。攻めるときほど、次の影響範囲を用意してから軍を進めます。まとめます。5号で石を生み、黄金の天幕で使い道を決める。要塞化された全処置で、守りと直令の範囲を重ねる。バト、トルグッド、ハラシュ、キクチャクを、指揮官、後衛、前衛、遊撃で接続する。進化2択は、前線建設か軍領、重装支援か石収入、軍事か経済で選ぶ。よし、緊張暗黒は石を貯めて満足する文明じゃない。次の盤面へ。石で命令を出す文明です。